こんにちは、シロです。こんにちは、ゆりです。こんにちは、ジロです。白パンチです。いいのかこんなの。いやいや、これ NG じゃない？今回はうちの動画で一番最初の三小本でお世話になったシーガイドのさとしんさんのツアーでパラオに来ております。はい。現地ガイドは魚春のジローです。はい、ジローさん。今回は何狙いでしょうか？今回は入れ墨フダイの、ホウセイホウランと、ロウニンアジの群れですね。はい。僕らもねパラオ初めてなんで、はい。でちょっとお調べした感じだと入れ墨笛台の権威のある方、もう論文まで出されていて、恐縮です。ペリリューのスペシャリストです。ですね。はい。なんとなくやってます。パラオのダイビングスタイルってどんな感じなんですか？基本は、ドリフトダイビングですね、同じ場所からエントリーしてそこに戻ってくるようなことはない。まあダイナミックな海の中をこう流していくっていうのがまあ一般的ですね。今回三小本でおなじみのさとしんさんのツアーだから、はい、最初からいきなりもうペリリューみたいな。普段はこんなことありえないですよね。ありえない。ありえないですね。まあ普段皆さん一緒に潜ってもらってて、スキルとかが整って揃ってるメンバーであるということが前提でジローさんにお願いしたので、ね、特別ツアーとなっております。そうですね。はい。じゃあこれから楽しんでいきましょう。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回泊まってるのはこちらのウエストプラザホテルデセケルです。下にスーパーもついてて、結構ダイバー御用達のホテルみたいですね。今回はこちらのツインのお部屋になってます。こっちの方がベッド大きいんじゃない？こっちのベッドセミダブル？ダブル？セミダブルとシングル。まあテーブルがあって、で冷蔵庫、テレビ、水は4本くれました。でこっちがシャワー。シャワーですね。ユニットバス的なシャワーになってます。なんかちっちゃいバルコニー的なのがついてますね。ここで機材干したりとかできるのかな。ありがとうございます。初日の朝ですね。僕ら2人は前乗りしてます。今日はなんかのんびりビーチかと思ったんですけど、ボートでペリリューの方に行くらしいです。なんか風が強くてペリリューの方行けるかどうかわからないんで、行ける時に行っちゃおうみたいな感じっぽいですね。はい。結局大きい側のベッドはユリが使うことになりました。1日。このパーミットがですね、今50ドルなんですけど、今度100ドルになるし、ペリリューパーミットも5月から50ドルにアナウンスなんですよ。気になるんですよね。でもまだパンチしてないんで。パラオだと潜るところによってこういうパーミットがかかります。はい、こちらはペリリュー。はい、ペリリューのパーミットですね。パーミット。でこっちがコロールのパーミットになります。はい。こちらは防水で、こちらはただの紙なんで、ちゃんとしっかり保管するようにしてください。ドロドロになっちゃいますんで。50ドルと30ドルになります。フロートはお持ちです。フロート持ってます。持ってます。はい。フロートは必ず携行してください。こちら2人どうぞ。はい。当たってはいるけど、ここはまだいいですけど、向こうなんですよね、このぐらいはね。安定かな。
ペリリュー島に上陸してます。なんかペリリューで潜るときはここに休憩中帰ってこれるからなんか楽だ。楽ですね、楽ですね。ポイントまでも本当5分ぐらいだしね。はい。なんか初日のチェックダイブがいきなりペリリューではい。そこそこ流れてるみたいな。ね。でも入れ墨冬鯛の群れがすごかったね。すごかったね。うん、絨毯みたいだった。あとやっぱ透明度もいいよね。いいね、うんいいね、抜けてるね。綺麗だし。なんかさ、久しぶりにさ、あんな透明な海で潜ってするんだけど、すごくない？透明と魚影の濃さが両立してるの。なんかさ、もうサメとかさ、誰も見向きしないしね、追っかけもしないし、追っかけもしない。そんなチェックダイブでした。はい。弁当です。こちら。YouTube？ YouTube やってます。ゆかり使いたい方いらっしゃいます？あれ誰って？あ、私使いたいです。使いありがとうございます。これ風格ついてるね。なんかゆかりいただきます食べたくなる。ちょっと腰。初日いきなりペリリューでチェックダイブでした。まあ、今日前乗りしてるんで明日からが本番のツアーですね。はい。入ってみようとし。あ、水買ってくる。あ、水そんなに高くない。本当だ。俺も1本買ってこうかな。コーラ 1.1 ラムネとかってオレンジジュースの小サイズ。確かに。これがパラオ産のビールですね。ライトとトロピック、アンバー、サイダー、スタウトか、スタウト。ここら辺カップヌードルとかある。ネギ塩カップ 3.9 ドル。札幌一番。一番安いね。ね、値段の差が 3.2。今回ツアーだからさ、ご飯食べる機会あるかもしれないけど、2人だったら毎日カップラーメンとか、いい天気。酔い止めは飲んどいた方がいいと思います。はい、今回こちらのボートでダイビング行きます。
パラオのダイビングスタイルは1日行ったっきりになるので、ショップに戻ってきたりとかしないですね。3本行ったままみたいな感じになります。ペリリューまでこっからだいたい1時間ちょっとぐらいっぽいですね。はい、いってらっしゃい。失礼します。いってらっしゃい。これも使わないやつ。はい。結構流れでその最後に入ってる人たちが一生懸命泳がなきゃいけないことになると思いますので、入るときはみんなボン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 とこう途切れなく入るようにしてください。すごい潮で捕まる場合もあります。はい、で、最後ですね、上がるときに僕が、シルナルフロート、まあ三コモトでもね、殺人さんとか他のガイドさんたちも上げてるから分かると思いますけど、それを上げて、最後、徐々に浅くしていって、水深ね、5メートルぐらいから3メートルの間、ゆっくり上がりながら安全停止を取ってまいります。魚春ダイブでは箸指示棒代わりですね。便利ですね。海でも使えるし、便利です。さっきのところが、ペリリューの船着き場ですね。そこから歩いてちょっとのところに慰霊碑かな、なんだろう、なんかあります。こちら天皇のお休みどころらしいですね。僕なんとなくペリリュー分かりました。こうでここがこうだから、まあ、大体こんな感じじゃないですか。こっから行くみたいな。でここだけ強いから、まあなんかこっち行っちゃえば大丈夫ですよね。こんな感じでこうだからこうみたいなですよね。はい、3本目が終わった後、シロはパラオの海で入って、で4本目はスキップして、でお部屋に帰ってきてすぐシャワー浴びて寝込んでしまいました。僕なんとなくペリリュー分かりました。だからちょっとあれだなと思ったら、本当昨日も言ってましたけど、僕の近くに来てくれるとどうやって移動してるかも分かると思うんで。
プレストランにやってきました。犬たくさん。こんにちは。シティの人ね、東京のね。どうぞ。広島はいないでしょ。カープファンなんですね。じゃあすごい長年。でカープアイランドで、その時ジャイアンツがね、皆さん知らないと川上言ってね、川上哲司言ってね、ホームランバッターみたいなの。カープファンはぜひ来てください。来てください。よろしくお願いします。お願いします。高価なもんだし大事なもんだからうわいいやじゃなくて責任持って絶対食べるっていうだったら僕はレナかわいそう。ちょっと厳しいね。見た目にうってなるはず。だって飛び出せるそうなんで俺悲しいですよね。絶対食えよみたいな。これがカープレストランのカツカレーです。超おすすめ。すごい量。女子一人で食べるにはちょっと厳しい。絶対無理だよ。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。はいどう。ジローさん、このポイントはジャーマンチャネルというポイントですね。すごい船集まってますね。そうですね。ここはマンタが見やすいポイントなんで、人気ポイントですね。でこっちのリーグとここのリーグのちょうど間チャンネルになってるんで、ここにこう潮が集中する場所なんですね。なんでそのマンタが餌となるプランクトンが集まりやすい。ちょうど今ボートとダイバーがうろうろしてらっしゃる。もうちょっと手前です。その手前のオレンジのフロートのあたりがちょうどクリーニングステーションとかマンタみたいな捕食したりする。でこれチャンネルなんでこの向こうに流れてる。向こう側に流れてる。流れてる。潮が今上がってきてる。風がねこっち向きなんですけど、海の流れがこうなってる。
カメラ水没しました。ウェットスーツがない何が以外はまあそれがなかったからこそのご褒美だったと思う。確かに確かに。はい、これからみんなでご飯食べに行こうと思います。なんか今のホテルの近くにもご飯食べるところ、中華料理屋さん、あと居酒屋ってしたよね。夢。ハワイ銀行もあったり、ペイレスもすぐ近くにありますね。ペイレスの隣もレストランか。あっちがペイレスで、スタンドの上がレストラン。この辺が繁華街ですかね。レストランが結構ある。花屋ベーカリー、パン屋さんみたいですね。パン屋さん美味しそう。シナモンロールとか美味しそう。スパニッシュロール。なんか美味しそうですよね。あ、これじゃない？これガーリックフライドチキンうまそう。フライドチキン。ソースは本当に美味しいのかそれは。辛そう。辛いのかなこれ。辛そう。辛いのかな。フェスティバル。フェスティバルやばい。やべえ。おはようございます。おはようございます。今日もジローさん、ウエットは今日持ってきましたか？持ってきてますよ。忘れるわけないじゃないですか、ウェット。挨拶代わりにここ入って。ウェットあります。マネー。マネー。最終日はナイトロックスです。これ何バナナ？砂糖バナナ。はい、ちょっとこれから機材片付けにショップの方まで歩いていこうかなと思います。多分歩いて10分ぐらいな気もするんだよな。なんか暑いから人もほとんど
歩いてないですね。今日はダイビング最終日だったんですが、日曜日なんで道路も空いてますね。暑い。なんか日光もサンビームがこれパラオ日焼け止めが結構厳しいですけど、なんか今のところなんかどっかでチェックされたりとかそういうことはないですね。一応うちらパラオに持ってこれる日焼け止めを持ってきてます今回は。でもなんかチェックされるとかそういうことはなさそうですね。はい、日焼け止め塗らないとこれすごい大変なことになりそうです。今回僕らシーガイドさんのツアー参加したんですが、飛行機の都合上、前後1泊ずつ延泊してます。他のゲストさんは、午前中までのダイビング最終日だったんですが、僕らはその後マクロ1本、潜りました。その動画はこの後、出そうかなと思います。明日は、ダイビングせずに陸をちょっと見ようかなと思います。で今回ウォーハルダイブでも利用させていただいた、パシフィックダイバーズミヤさんが、ショップの YouTube をやられているということなんでコラボしましょうということで、陸を見てこようかなと思います。はい、こちらが宿から歩いて10分ぐらいですね。パシフィックダイバーズさんになります。よいしょ。コロナの時にあんまり暇になってある日突然お客様を失ったんですよ。はい、でその時にビーチを掃除し始めたんですけど、すんごいゴミが上がってたから、漂着漂流ゴミが1回行くと300キロぐらい回収してきて、本当ですよ。パラオ人何人分とかって思ったんですけど3人分でした。というわけでこれからパシフィックダイバーズのミヤさんとゴミ拾いに行ってきます。ただただ30分なんですけど、ただただやってるだけなんです。僕らもパラオにはお世話になったんで、じゃあゴミ拾い行きましょう。よいしょ。お疲れ様です。ありがとうございます。お久しぶりです。お疲れ様です。ゴミ参加ですか？ちょうど話してて行くっていうからついてきました。これはもうパラオのゴミ水を日本の YouTuber さんに広めてもらわないとね。撮っても大丈夫なんですか？撮ってくださいね。あ、本当ですか？いいですよね。ちょっとあんまりあんまりそうですよね。私顔じゃあミヤさんメインで。YouTuber。いやそんな大層なもんじゃないです。いろいろ立ち代わりでいろんな場所をクリーニングしてるみたいですね。完全にボランティアみたいです。Did you get the Yeah, thank you. for the clemency. I really appreciate it. And thank you for picking up the. No 隊長。ありがとう。もうなんかこうやって拾ってると現地の人がありがとうとか言ってくれますね。なんかパラオの見えないですよ。鳩みたいな感じなんですか？鳩です。あ、鳩なん青ですか？鳩っていう鳩。パラオの国のシンボルの鳩。タロイモ。あ、この葉っぱ。葉っぱ。里芋の葉っぱと主食。これほら薬草とかの成分があってわかるっていうのはインディジナスメディシナルガーデン。はい。知らなかった。そうですか？どこが薬なのかちょっと分かんない。何に効くんですか？あ、なんかホテルやつとか。なんか匂いがこれなんか。これネイティブだそうです。へーなんて読むんだかよくわかりませんが。何にどう効くかまでは書いてないんです。なんかいい匂いする。これ何ですか？すごいいい匂いする。すれば何に効くのかわかるんです。男にモテる
なんかこうスリーとかあればラウダってもこれネイティブぐらいしか読めないっす。パラオの固有かどうか書いてあるじで一応訳そうなんですよ。ゃん。あれネイティブとエンデミックどっちをなんかいい匂いする。確かにこれパラオ人が魚を煮るときにこの葉っぱ入れますよ。あ、じゃあこれあれじゃこれティキムじゃん。の仲間じゃないですか。エンデミック。あ、でもティキムだってティキムって書いてあるね。どれ？ほらパラオ語読むのCH 読まないじゃないですか。はいだからあれもエムデラとかでしょ、きっあと。あ、最初のこれ読まないんですね。読まないです。チェとかケじゃない。ジローさん連れてくると絶対わかりますやん。ジョーさん植物にも詳しいんですか？いやダメですよ。あの人魚のこと。こんなゴミたくさん取れました。最終日はここでみんなでご飯です。ノコギリガザミ的なやつだった。はい、オッケー。ありがとうございます。これがパラオの国鳥のハトらしいですね。声は聞こえるんですけど。ゆりです。みんなで一緒に。また明日。ありがとうございました。パラオの空港、新しいけどラウンジとかはなさそうですね。もしくはこれだったのかな。てかあと2時間ぐらい何もすることがない。こんなチャンピオンとパラオがコラボしてるパーカー売ってる。こういうのもそうなのかな。意外と可愛い。はい、というわけでパラオの海潜ってきましたけど、どうでしたか？期待以上でした。ね、はい。なんか行く前は本当にパラオのイメージってザ・ワイドみたいなね、激流ザ・ワイドみたいな感じだったけど、まあそれもありの、あとこんなにマクロがね、充実してるとは思わなかったよね。そうだね。であと、今回現地ガイドの、ウオハルダイブのジローさん、あんななんかすごい人だとは思わなかったね。ね、失礼ながらね、存じ上げなかったのがちょっと勉強不足でしたけど、勉強不足でした。入れ墨笛台の第一人者、そうですね。あと昔ウナギとかシーラカンスとか、いろいろね、魚類研究者として、第一線を行く方、陸上だとね、なんかもうウェット忘れたりとかね、あんなおとぼけなことをよくしてますけど、なんか実はあんなすごい人だっていうのがね。そうですね。そのギャップがまたいいですよね。今回サトシンさんのもともと三古本で潜ってた人たちのツアーっていうことで、みんなガンガンに攻めるようなスタイルだったけど、それはそれでね、楽しかったよね。そうですね。久々にあんな攻めた感じのうちらとしては攻めた感じのダイビングしましたね。でした。はい。サトシンさんもさ、ジローさんもさ、なんか本当になんか楽しそうな、もう本人が海を楽しんでるみたいな感じだったからさ、そこがまたなんか雰囲気が良くていいなと思って。ですね。こっちも楽しくなりますよね。ツアー全体がこう楽しいツアーになったなと思いましたね。ですね。本当はもっと延泊してね、なんかこの後にド変態マクロツアー、変態ドマクロツアーだよ。ドマクロ変態ツアー、違う、変態ドマクロツアーが開催されてて、そっちもねすごい気になるツアーだったんだけど、めっちゃ気になる私は。もし次あればちょっとね参加してみたいなと思います。絶対参加したいです。で今回 SIM とかはさ、事前に eSIM 買ってったんだけど、なんかパラオってこういろんなところがフリー Wi-Fi 使えるからさ、なんか別に SIM 買っていかなくてもよかったなとは思ったよね。そうだね、そんなに使わなかったね。ホテルもあるし、ショップもあるし、ご飯食べるところもあるし、
であとさ海の上使えないしね。だから別に SIM は買う必要もなかったのかなと思って、で今回現地ガイドのさ、二郎さんのウォーハルダイブ、二郎さん自身が年中ずっとパラオにいるわけではないから、なんか、もしこれ見て気になったって方、問い合わせていただければいいと思うんですけど、ずっとそのパラオにいらっしゃるわけではないんで、なかなかねいろんなとこを転々として研究したりとか、調査したりとかしている方なんで、なんかすごい忙しそうで、ですね。なんかアマゾン川潜るとかなんかも言ってたしね、今回たまたまタイミングがあったみたいな感じだと思います。でサトシンさんのね、シーガイドツアーはもともと三小本のショップなんで、なんかそういうやっぱ激流とかそういうワイド、攻めたワイドのツアー大物狙い、頻繁に開催してるみたいなんでね、そこも興味ある方は、問い合わせていただければと思います。というわけで今回はパラオでした。この動画の後にマクロ編をね、ちょっとアップしようかなと思います。ぜひそちらもお楽しみください。ゆりです。違う。白です。ゆりこんな黒くない。白パンです。白パンチです。白パンです。白パンチです。今回ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でしたありがとうございます。なんかとてもスリリングでエキサイティングなはいツアーでした。そうですね、うちのメンバーは個性派揃いですけど、エキサイティングなのが大好きなので、そういうツアーに参加したい方はぜひ三小本行ってからですけどね、遊びに来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。概要欄URL 貼っとくんで、ぜひぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。これヒロさんもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でございました。それじゃあバイバーイ。白パンチです。